火の十字架、堀達夫。こちらで冬を過ごすのは、この土地のものではない私どもには、なかなか難儀ですが、この御堂が本当に好きですので、こうして雪の深い中に一人でそのお守りをしているのも、なかなか楽しい気持ちがいたします。この雪に埋まった高原にある小さな教会の管理をしている童顔の律儀そうな H さんはそんなことを私に言ったが、こういうごく普通の信者に過ぎないような人にとっても、こちらでよそ者として冬を過ごしているうちには、やはりそういうロマネスクな気持ちにもなると見える。その教会というのは、信州軽井沢にある聖パウロカトリック教会。今から5年前、1935年にチェコスロバキアの建築家、アントニン・レイモンド氏が設計して建立したもの。簡素な木造のどこかスイスの寒村にでもありそうな、朴突な美しさに富んだ、何とも言えず良い感じのする建物である。カトリック建築の様式というものを私はよく知らないけれども、その特色らしく、屋根などの線という線がそれぞれに鋭い角をなして天を目指している。それらが一つになっていかにもすっきりとした印象を建物全体に与えているのでもあろうか。町の裏側の水車のある道に沿うて、その聖パウロ教会は立っている。小さな唐松林を背負いながら夕日なんぞに輝いている木の十字架が、町の方からその水車の道へ入りかけると、すぐ五六軒のゴミゴミした薄汚い民家の間から見えてくるのも、いかにも村の教会らしくその感じもいいのである。私はその隣村、追い分けで2年ばかり続けて一人っきりで冬を過ごしたことがあるが、時々どうにもしようのないような気持ちになると、よく雪なんぞの中を汽車に乗って軽井沢まで来た。軽井沢も冬中人気のないことは同様だが、それでもいつも2、3人は外人の患者のいるらしいサナトリウムのあたりまで来ると、なんとなく人気が漂っていて、万物蕭々とした中に暖炉の煙らしいものの立ち上っているのなんぞを遠くから見ただけでも、何か心の慰むるのを感じた。そんな村のあちこちを道端から生地などを何度も飛び立たせながら抜け道を寂しいメインストリートまで出て、それから今度は水車の道に入ると、私はいつも長いこと聖パウロ教会の前に佇んで、その美しい先頭を眺め、見入り、そして自分の心の満たされてくるまでそれに愛伏せられていた。そういう時なんぞ、私はしばしば、その頃愛読していたモーリアックの炎の流れという小説の結末に出てくる、そのかわいそうな女主人公の住んでいるフランスのある静かな村の教会のことなどを胸に浮かべたりしていた。以前、その女の身を誤らせたことのある青年が、パリからはるばるとその村までその女に会いに来る。彼はその若い女を偶然村の教会の中に見出す。彼女はちょうど生体を排除しようとしているところである。青年はそういう打って変わったような女の姿を見ると、もう彼女に話しかけようともせず、また自分を彼女に気づかせようともしない。彼は聖水をいただいて、つつましく十字を切り、そのまま教会を出て行ってしまうのである。そういうモーリアック好みの小説の場面を、私は自分の目の前の空虚な教会の内側に今しも起こりつつあるかのように、想像をたくましくしたりしながら
いつまでもうつけたように教会の木柵にもたれかかっているようなことさえあった。そんなある日のこと、2月の末だった。私はひょっくり出先から戻ってきたそこの H さんという管理人と二言三言口を聞き合い、そのまましばらく教会の側面の日当たりのいい石の上で立ち話をし合っていた。ちょうど私たちの傍らに立っている聖パウロの小さな彩色した彫像は、彫刻の上手なレイモンド夫人が自ら制作したものだということを私の教わったのも、その時のことだった。そして別れ際になってからその H さんがこう言ったのである。この御堂が本当に好きですので、こうして雪の深い中に一人でそのおもりをしているのも、なかなか楽しい気持ちがいたします。あなたが自分の周りに孤独を置いた日々はどんなに美しかったか。僕はそれを羨むことで今を築いていると言ったっていいくらいです。と、そんなことを若い詩人の立原道三が盛岡への一人旅から私たちのところに書いてよこしたのは、彼が亡くなる前年1938年の秋だった。その時はもう私はそのような孤独ではなく、その春さりげなく結婚をして、しかしその年もやはり軽井沢の山中で秋深くなるまで暮らし続けていた。が、今年はどうも私の体が偏重なので、そろそろこんな山暮らしを切り上げようかと考えていた矢先だった。立原も立原で、その夏前からだいぶ健康を害して、1年ほど前から勤め出していた建築事務所の方もとかく休みがちらしかった。そうして半ば静養を口実に好きな旅にばかり出ているようだったが、夏の最中のある日なんぞ、新しくできた愛人を携えて氷然と軽井沢に立ち現れたりした。そういえばあの時なんぞ、彼の弱っていた体には、私たちの山の家まで登ってくる道がよほど答えたと見え、最初は口もろくろく聞けずに30分ばかりベランダに横になったきりでいた。息苦しそうな彼の姿が今でも目に浮かぶ。私と妻とは時々そんな立原が様々な旅先から送ってよこす楽しそうな絵はがきなどを受け取るたびごとに、何かと彼の噂をし合いながら、結婚までしようと思い詰めている可憐な愛人がせっかくできたのに、その愛人を遠く東京に残して、そうやって一人で旅を続けているなんて、いかにも立原らしいやり方だなぞと話し合っていた。恋しつつ、しかも恋人から別離して、それに身を震わせつつ耐えることをすでに決意しているリルケイアンとしての彼の新面目をそこに私は好んでみようとしていたのであった。その立原は、しかしその春の末、私たちが結婚しようとしていた時は、まだなかなか元気で、病後の私のために何かと一人で面倒を見てくれたのだった。そうして結婚するや否や、誰にも知らさずに、すぐ軽井沢に立ってきた私たちに次のような手紙を添えて、私たちにささやかな贈り物をしてくれた。ご結婚のお喜びを申し上げます。お祝いの印に、フランスの木の十字架教会の少年たちの歌った聖歌をお送りいたします。美しい村でお暮らしになる日、森の中の奏者でこの歌が聞かれる初夏、花々のことなど、一歳の今日の哀れに美しい僕の無双を花束に編んで、それに添えた心持ちでお送りいたします。それからもう一つのは、去年の秋の
奇妙な出来事が僕に選ばせた歌なのですが、これはお祝いの印というのではなしに、ただ不意に家のなくなってしまった日の形見のために、高原の村暮らしの中にお持ちになっていただきたかったのでございます。たくさんの幸福と喜びと、潤沢な日々を恵まれますように。道蔵。その贈り物というのは2枚のレコードで、その一つはフランス旧教会ラ・クロワ・ド・ボア教会小聖歌隊の合唱したビットリアのアベマリアと、パレストリーナの贖い主の聖母よ。もう一つはクロード・パスカルという少年歌手の読書をしたドビュッシーの晩年の歌曲、もう家もない子らのクリスマス。文中の去年の秋の出来事というのは、私や立原なんぞが一緒に暮らしていた追い分けの脇本陣、油屋が火事になって、二人とも木の実木のままに焼け出された出来事のことである。私たちはその贈り物を喜んで受けて、わざわざ山の家まで携えてきたが、小さなポータブルくらいは何とか手に入れて持ってくるはずだったのがうまくいかなくて、ただその贈り物は机の上に飾っておいた。とうとうその山の家ではそれを一度も聞く機会が得られなかった。私たちの山の家へは5月の半ば頃、立原はその新しい愛人と初めての旅行を軽井沢に試みたときに、すでに訪れたことがあったのだそうだ。ちょうど私の父が急病になって、私たちが東京に帰っていた間のことらしい。立原たちは、私たちが留守でも構わずに、その山の家のベランダで3時間ばかり昼寝をしたり遊んだりしていたのだなどと、夏、また2人でやってきたとき、私たちに初めて打ち明けて言うのだった。ほら、あそこにその時僕が落書きをした跡がある。そう言って物憂そうに椅子に首を持たせたまま、疲れた一羽の鳥のような大きなギョロッとした目で彼が見上げている方を私も振り向いてみると、ベランダの壁の上の方の誰の手も届きそうもないところに、なるほど彼らしい首席で、ウェーニヒワー、イリー・アイニフォーグルと青い鉛筆で落書きのしてあるのに、私はその時やっと気がついた。私たちが結婚祝いに立原からもらったクロワ・ド・ボア教会の少年たちの歌やドビュッシーの歌のレコードを初めて聞いたのは、その翌年の春先になんだかまるで夢みたいに彼が死んでいってしまった後からだった。私たちはそのレコードを友人の家に携えて行って、それを初めて聞いたのである。それからその夏、去年、軽井沢へ行った時は、ようやく宿坊の蓄音機を持って行けたので、私の好きなショパンの前奏曲や、セザール・フランクのソナタなんぞの間に、時々その2枚の小さなレコードをかけては、とうとうこれがあいつの形見になってしまったのかと思うようになった。私はその2つの曲の中では、ドビュッシーの近代的な歌よりも、むしろイタリアの古刹な聖歌の方を好んだ。それらのゴブラン織のような合唱の中を風のように巨来する可憐なボーイソプラノは何とも言えず美しいものだった。その夏、軽井沢では急に切迫しだしたように見えるヨーロッパの危機のために、こんな山中に秘書に来ている外人たちの上にも何かただならぬ気配が感じられ出していた。日曜日のミサにドイツ人もフランス人もイタリー人も、それからまたポーランド人、スペイン人などまで一緒くたに集まってくる旧教の聖パウロ教会なんぞは、
そんな勤行をしている間、その前をちょっと素通りしただけでも、冬なんぞの寒弱さとは打って変わって、何か行き詰まりそうなまでに緊張した思いのされるほどだった。前年の夏あたりは、しばしばその教会の中から聖母を称える甘美な男女の合唱が漏れてきて、それが通行人の足を思わず立ち止まらせたりしたものだったが、今年の夏はどういうものか、低いオルガンの音の他には、声楽らしいものは何にも聞こえてこないのだった。この頃、朝の散歩の時など、その教会の前を通りかかるたびごとに、私はその中があんまり物静かで、しかも絶えず何者かの囁きに満たされているようなので、いつか聞き覚えてしまったビットリアのアベマリアの一節などを、ふいとそれがさもその教会の中から聞こえてきつつあるかのように、自分のうちによみがえらせたりするのだった。8月の末になってから、その夏中追い分けで暮らしていた津村信夫くんが、昨日追い分けに来たという神保幸太郎くんと連れ立って、他に2、3人の学生同伴で、日曜日の朝、ひょっくり軽井沢に現れ、その教会のミサに参列しないかと私を誘いに来てくれたので、私も一緒について行った。冬、一度その教会の人気のないミサに行ったことがあるきりで、夏の正式のミサはまだ私は全然知らなかった。みんなで教会の前まで行くと、すでにミサは始まっていて、その柵の外には、イタリー大使館やノルウェー公使館の立派な自動車などが横付けになり、また柵の中には何台となく自転車が立てかけられていた。私たちはその柵の中へ入ろうと仕掛けながら、誰からともなしに少しためらい出していた。そうして三人でちょっと顔を見合わせて困ったような薄笑いを浮かべた。ちょうどそんな時だった。私たちの背後からベルを鳴らしながら、二人の金髪の少女が自転車でついと私たちを追い越すや否や、柵の入り口のところへめいめいの自転車を乗り捨てて、二人ともおさげに言った髪の先をぴょんぴょん跳ねらしながら、急いで教会の中へ姿を消した。私たちはその姉妹らしい少女らの乗り捨てていった自転車の尻に、両方ともポーランド公使館という鑑札のついているのを認めた。それはちょうどドイツがポーランドに対して宣戦を布告したその翌日だった。私たちは立ち止まったまま、もう一度顔を見合わせた。私たちは、おそらく今日この教会に集まってきている人たちは、それぞれの祖国の気球を思って悲痛な心を抱いているものばかりであろうのに、そんな中へ心なしにも数人でどやどやと入っていくのが少々気が引けてきたのだった。が、それだけにまた一層、今しがたそういう人たちの中に混じっていった二人のポーランドの少女が、私たちの心を痛く引いた。私たちは今度も誰からともなく思い切ったように教会の中へ入っていった。そうしてめいめい他の人たちのように十字は切らないで、一人ずつ内陣の方へ向かって丁寧に頭を下げながら、まだ少し空いていた後ろの方の笑い椅子の上に順々に腰を下ろした。一番後ろの笑い椅子を閉めた私は、しばらく黙祷の真似のようなことをしていたが、やがて目を上げてさっきの二人の少女の姿を改宗のうちに探し出した。すぐ彼女たちの可愛らしいお下げ髪が目に留まった。彼女たちは一番前列に面輪をかぶった母親らしい中年の婦人のそばにひざまずきながら、無邪気に手のひらを合わせてお祈りをしていた。
私はそういうお下げ髪の少女たちの後ろ姿にいつまでも目を注いでいたが、そのうち何気なく立原の形見の一つであるパスカル少年の歌ったドビュッシーの歌などを胸に浮かばせていた。それは、ドビュッシーが晩年病床にあって、無謀なドイツ軍のベルギー侵入のことを聞き、家も学校も教会もみんな焼かれてしまったかわいそうな子供たちのために、彼らの迎えるであろうわびしいクリスマスを思って作曲したものだった。ノエエル、プティノエエル、ナリバシーズ、ナリプリジャミシーズプニシリ。クリスマスよ、クリスマスよ。どうぞ彼らのところへは行かないで。もう決して行かないで。そうして彼らを懲らしてやっておくれ。今、そうやっていたいけな様子でお祈りを続けているそのポーランドの少女たちが、ふいと立ち上がるなり、今にもそんな悲しい叫びを発しそうな気がする。そう。この歌のレコードは、まあなんという偶然の運命から私の手元に今あるのだろう。ちょっとその少女たちを私の家に連れて行ってそれを聞かせてやったら、まあ彼女たちはどんなに目を輝かすことだろう。と、そんなことを考えているうちに、ふいと目頭の熱くなりそうになった目を急いで脇へ転じると、そこでは何か感慨深そうな面持ちをしているドイツ人らしい両親の間に挟まれた、まだ幼い、いかにもわんぱく者らしい子供が、彼から少し離れた席にいる同じような年頃の、しかし髪なぞをもうきれいに分けている子供に向かって、しきりに顔つきや手真似でからかいかけているのなどが、ひょいと目に映ったりした。私のすぐ前に並んで腰掛けている津村くんと神保くんは、私のように行儀悪くしないで、じっとさっきから神妙に頭を下げ続けているらしかった。ミサが終わって、なんだか興奮しているような顔の多い外人たちの間に混ざりながらその教会から出てきたときは、私たちもさすがに少しばかり変な気持ちになっていた。私たちは、教会の周りにあちらこちらと一塊になって立ち話をしだしている外人たちからずんずん離れて、まだ教会の中に残っているらしいポーランドの少女たちのことを気遣いながら、しかししばらくは黙ったまんまで歩いていた。それは、何か一緒に良いものを見てきた後で、いつも気の合った友人たちの上に広がる、あの共通の心よい沈黙であった。これから森の中の私の家へ寄ってお茶でも飲もう。そういうことに決めてからも、私たちはとかく沈黙がちに林道の方へ歩いて行った。こうやって津村くん、神保くん、それから僕、野村少年とみんな揃っているのに、当然そこにいていいはずの立原道三だけのいないことが、だんだん私にはどうにも不思議に思えてきてならなかった。そういえば、なんだか私は初めて彼が私たちの間にいないのに気がつき出したかのようだった。